はい、皆さんこんばんは。慶應義塾大学の、中西です。前回の、こちらの YouTube チャンネルで、お話をさせていただきました。で、今日はですね、建築家の杉原さんお越しいただきました。杉原さんはですね、ATLV という、えースタジオを主催されていますけれども、実は僕は杉原さんが建築家をする前に知り合いになって、で、ICC っていう美術館で、多分最初に会って話したんじゃないかなって思うんですけど、なんかある時に杉原君、建築家になるって言ってアメリカ行ったらしいよって聞いて、なんかみたいな、びっくりした記憶があるんですけど、その後、何年前ですかね、僕が1年アメリカ行った時に久しぶりに、お会いして、いろいろお話を伺って、すごいなと思って、いろいろプロセッシングの、本を、日本語版を出した時も、杉原さんのプロジェクトを紹介させていただいたり、といった、経緯で、今日はまた、杉原さんに、ご登場いただきました。では、杉原さん、まず簡単に自己紹介を、お願いしたいと思います。よろしくお願いしはい、ます。ありがとうございます。今回、このような機会ありがとうございます。杉原悟と言います。現在は、コンピュテーショナルデザインスタジオといってますか、ATLV という、の形、組織で活動してまして、コンピュテーショナルデザインの、主にコンサルタントというか、建築家が、建物を建てるときのその手伝い、コンピューターデザインによる手伝いを主な仕事としています。もともとコンピューターサイエンスで、東京で機械学習とか、東工大で機械学習とかやってたんですけども、で、その後、メディアアート的な活動をしてた後で、その頃に、中西先生にお会いして、で、もともとコンピューターサイエンスやってる時から、そのコンピューターは何かに使うためのものだと思って、その応用先を考えていて、ずっとそのアート、デザインっていうのは気になっていたので、ちゃんとそのデザイン教育を受けたくて、で、その中でも建築っていうのを選んで、ロサンゼルスの ECLA で、建築を中心に入って勉強した後、そこから実務で、一番長いのはモーフォシスで、5年間コンピューターデザイナー活動して、その後独立して、今のような状態で、活動しています。はい。前ちょっとお話を伺って、杉原さんらしいなと思ったんですけど、そろそろUCLA に行って、あの、CAD を使うときに、やっぱどうしてもマウスを使っていっぱいポチ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 、やらなきゃいけないんだけど、はい。プログラミングしてると、キーボードから手を離したくないから、そうやってCAD を使うときに、ポチポチキーボードからマウス手離したくないので、いっそのこと自分で CAD を作っちゃおうと思って、今の愛情に至ってるって話を聞いて、本当モンスターだなって思ったんいやいですけど。や、もともとのコンピュータサイエンス東工大にいたときに、全部ユニックスの世界だったので、ターうん。ミナルで、はい。の世界だったから、全部テキストベースで。で、ただその時からも、デザインとか興味があったんで、フォトショッうん。プ、イラストレートなんか使っていて、ただ、それも、うちは使わずに全部、なんですか、シンクパターンのトラックポイントみたいな、うん。タッチパッドも苦手なんですけども、うん。それで、その人差し指で全部完結する。で、小指は離さないって、コントロールキーはもうキャップにはい。変えてあるし、ずっと押してるしっていううん。世界でやってきて、で、そんな感じで、建築学科行ったら、CAD だし、で、CAD も、なんでしょうね。ショートカットとかありますけど、で、そういうのいろいろ使えるけども、どっかでいろいろ、しづらいところがある。で、CAD を使ってても、使ってたところでショートカットで、座標を数字で入力してばっかりだったりして、で、なんか、違和感だらけだったんですね。だから、そううん。すると、そのコマンド、数字入れてコマンドを押して、なんか結果が出て、なんだかやって、なんかやってっていう、インタラクティブにやったわけですけど、いや、そんなの、プロセスでバッて書きたいんだけどっていう、まとめてうん。今やろうとしてもなんか分かっているし、分かっていることはまとめてやりたいし、うん。で、もちろんバッチ処理とかありますけども、そこら辺から、あの、自分でコーディングし始めるみたいなのはうん。始まって、で、3D のなんかアプリみたいなのは、日本にいる時から、
簡単なのを作ってたんで、それをもうさらに発展させて、徐々に少しずつ、CAD 的なもの、3D CAD っぽくなってきて、で、大学の授業でもそういうのを使ってたんですけど、で、ただ、一回、すごい印象的だったのが、ニール・デナリという建築家の、スタジオを撮ってるときに、で、そういうのを使って、なんかインタラクティブな、プロセッシングって、その時 Java アプリですけど、なんかインタラクティブなもので、なんか、プログラムの配置とかを、なんか、最適に考えるみたいなのやったら、1年目の基礎課程がなんかの時にやったら、お前そんなことはいいから図面かけて怒られて。ニール・ディナーリにそんな風に言われる筋合いないわって感じですね。まあ、言うことはわかるけど、今やることはそっちだっていうのは、なるほど。先に、ちょっと、普通で書けるようになってからところがあって、なので、でもそんなこんなんで、それが1年目で、修士課程3年間あるんで、その中で少しずつ自分使うようになってって、3年ぐらい目ぐらいには、ライノと自分の CAD 半々みたいなんで、設計課題とかやってて、で、その状態で、モーバーシーズ入って、その前にグレッグリーンとかダグマリヒタとか働きましたけど、それで、実務でもそれを使うようにどんどんなってって、で、ただ、一番なんか、使えるようになるのは、やっぱりファイルのコミュニケーションがちゃんとできるようになるところですね。自分の中で Java なりプロセッシングの中でその造形なりデータがガッと出せないけど、それがちゃんと実務に落とせるには、その実務のソフトに持っていかなきゃいけない。そのデータをちゃんと作るようになってからは、それは学校にいる間、在学中にできてたんですけど、OBJ ファイルをなんかハッキングしてみたいな話は、プロセッシングのコミュニティの時にもなんですけど、そういうことをしてできてて。で、だからそんな感じで、もう少しずつ、なんか実務でなんか課題があって、アルゴリズムがあって、その時にはその IO コンポーネントとか再現を作り足してみたいなのをどんどん繰り返していって、アイディアの前進みたいなのが出来上がって、で、ただ途中で大学で南カリフォルニア建築大学で教える話が、来て、で、その時に、学生に Java アプリ作らせてもね、コンパイルからもうわかんないだろうからと思って、やっぱプロセッシングにしようと思って、プロセッシングのライブラリに変えて、IDEO で公開した。だからそのタイミングで公開はしたんで、その前はずっとプライベートは自分でやってただけで。っていう企画です。そのなんか、杉原さんにプロセッシングのその日本語版の本で杉原さんのプロジェクトを紹介してもらった時も、その本で紹介されてる他のアーティストとかデザイナー共通してるのは、自分が作りたいものを作るために自分で道具を作っちゃうっていうことをやってる人たちっていう、選ばれ方をしていたので、本当に杉原さんぴったりだなと思ってお願いしたんですけど、やっぱりなんかそのコンピューターが持つその、なんていうのかな、道具の可能性っていうものを、本当に引き出そうとしたときに、やっぱり、ほぼゼロからその CAD を作ろうって思う人って多分、今時そんなにいないんじゃないかなと思うんですけど、逆にコンピューターサイエンスだとなんか定期的にゼロから OS 作る本みたいなやつがなんか何年かに一回一瞬ブームになったりするんですよね。で、最近他の本にも CPU を自分で作ろうみたいな本とかがあったりして、やっぱりなんかそのブラックボックスじゃなくて、もちろんプリミティブなものかもしれないけど、一回自分で自分が作ってる自分でなんか道具を作ってしまおうみたいな発想が結構やっぱコンピューターの世界の人たちにはまだ根強く残っていると思うんですけど、やっぱその辺が自分で新しいなんか造形を作り出したいときに道具が作れてしまう。だから結構そのグラスホッパーもなんかただ CAD をポチポチ使うんじゃなくて、その作り方を作るための道具になってるかなっていう気がしていて、そのコンピューターを使ってなんかこうある種新しい形の作り方を考えるみたいなやっぱ可能性っていうのはこういうグラスホッパーだったりジェネラティブデザインは結構あると思うんですけど、そのあたりのそのジェネラティブデザインの、設計論としてのなんか可能性みたいなのをまたちょっと杉原さんに話していただきたいんですけど。確かにそのツールを作るの
っていうところのモチベーションっていうのもありますけど、ただ、なんでしょう。CAD ソフトを作ろうとして作ったわけではないです。僕の場合ですけど、僕の場合はやっぱり主体設計っていうか、作ろうとしてる形が見えてるっていうよりは、この仕組みをなんか展開したらなんかできそうな気がするっていうか、なんか面白そうです。なんか見えてない何か面白いもの出るかもしれないからやってみたいっていう。で、それでそのアルゴリズムを書いて、で、書いてみたら、でもこれちょっとレーザーカットするには、このファイル形式でダメなんで、じゃあそれも書こうっていうこととか、なんか、ちょっと、なんでしょう。辞書検索みたいなことをしなきゃいけない気もするっていうか、なんだろう。もちろん自然言語書を入れたもと面白いかもしれないから、じゃあ入れてみるとか、そういうモチベーションで、ステップバイステップでやってたところがあって、なので、体系的に作る気は探さないです。っていうか、そもそも人に触らせる気はなかったものなので。で、ただ、一個だけすごいちゃんと整備しようと思って整備したのは、ベクトル関数群だけはもうきっちりしようと思って、そんな今、きっちりできない不満がいっぱいあるんですけど、そういうところ、なんかそういうところは別の自分のこだわりがあってそれをやってますけども、なんか昔そのメディアアットの時に、ビデオのアプリケーション、画像認識アプリケーションを作んなきゃいけないのに、なんとかクラスがピクセルから作り始めてるみたいなところがあったりとかして。で全部がラッパーだから実はこいつもいいとか、そういうのはあるんです。だからそういうことしちゃう傾向はあるんで、でもそれはまた別の欲求であって、ただ、CAD っていうか、実際そのアイデアにつながることっていうのは、作りたいものがなんとなく見えてて、で、この仕組みを作ったらなんか一歩進めるだろうからってやるっていう。で、そういうところですね。で、なのでそういうところがあって、で、だから逆に人が使うツールを作ろうと思っている人たちはまた別の世界になってると思っていて、で、僕もずっとコーディングとかコンピューターサイエンスとかしてますけども、あんまり汎用のソフトを作ったことはない。アート作品とかはもう、なんでしょう、オーディエンスっていうかインタラクションはありますけども、ソフトを使う人はいないわけだし、コマンドとかを整備したわけじゃないし、人に分かりやすくしてあげようっていう作り方はしてないんで、で、そういうところはアイディオにも入ってて、使いにくさがあるんですけど、僕以外の人には。で、ただ、それはまた別の世界である世界で、人のために、いろんな人のためにある程度、なんでしょう、汎用のものを作るっていうのは、それはそれで価値があって、ただそうじゃない人たちもいるわけであって、で、もちろん汎用のものはやっぱ大手のソフト会社なのか、歴史的にずっといろんなものを作ってるわけだし、研究もなされてるし、ユーザーインターフェースの問題もある。でもそうじゃない、なんでしょう、こういうソフトが開発しやすい環境になって、切り開かれるのは、みんなが自分専用の、自分が作りたいもの専用の、そういうものを作れるっていうのは、もちろん可能性はまだまだいっぱいあると思うので、で、なので、その両方にどんどんね、進んでいけばいいのかなっていうのは思います、ね。なんかロジックを組んでいくことで、いろんな形が現れるって、組んだ自分がちょっと驚くみたいな発見、創発的な部分っていうのが、ある意味ジェネラティブデザインの一つの魅力だと思うんですけど、やっぱそういう時に、コードがある意味、形状の DNA みたいなもので、なんか記号の羅列なんだけど、形になってみたら全然違うものになってたりして、それをなんか行ったり来たりする感覚っていうのが、やっぱりなんかこれまでの CAD ってある意味、定規とコンパスの延長線上にあると思うんですけど、やっぱコードを書いて形を作っていくことっていうのは、なんか定規とコンパスを超えた設計論みたいなものに多分なっていくと思うんですけど、その辺がやっぱりコーディングの魅力なのかなって気もするんですけど、何かロジックが生み出す複雑な形状っていうところの、なんていうのかな、一番杉原さんがやってて楽しいだと思うところってどの辺なんですか？僕がやってた話は自分が見たことのない自分が好きな形が出るときなんですけども、でもちろん思った通り、なんとなく思った通りに出たときは嬉しいときもあるし、思ってなかったのが出たら嬉しいときもあるし、ただでも、なんですかね。でもその辺っていうのは、僕が作りたいものってやっぱり僕個人のものであって、あんまり反化できることではないと思うんですけども、時代で変わりますし、で、ただ、そのツール、コンピューターのツールが素晴らしいのは、ペンと定規で紙に書いていく世界っていうのは、出てくるアウトプットが結構固定されてますよね。で、紙に出た二次元のものっていう。で、コーディング
まあ、コーディングじゃなくてデジタルツールなんでもいいんですけども、そのアウトプットの先は何でも自分でコントロールできたりする。で、もちろん、その、3D キャラに出して見せることもできるし、で、もちろん図面に落としたっていいわけだし、コーディングで書いて。てか、その、第一アウトプットが二次元の図面でも問題はないというか、それが自分にとって最適なアウトプットである。要は、フィードバックが自分に対してどうかけられるかっていうのをコントロールしているところがあって、やっぱり、なんでしょう。ある意味、そのコンピューターサイエンス的にとやってるのは探索なわけであって、ただ問題は、設計の場合、アートでもいいんですけど、その探索のゴールが明確でないっていうところもある。で、そういうところで、やっぱりそうするとフィードバックループが一番重要になってきて。で、だからその自分に対する最適なフィードバックを自分で作るっていうところ。で、その自分をさらに引き出す。で、そこからもう一回、そのコードなりツールなりっていうその設計なりの方にも、そのループをどんどん進めていくっていうのはあると思って、で、そこで、だから選ぶのは、人それぞれ違うはずで、ただ僕の場合はそのコーディングがぴったり合ってたし、で、そのアウトプットとして、3D、3D でいいんですけど、でやってるっていうのがあって、で、そういうところで、ただ、やっぱりで、それっていうのはなんかそのやり方として、ツールの、設計論をきっちり考えようっていうよりは、もしくはその設計するときに、先にいろんなこと考えないようにしてるところがあって、自分で。で、その、アイディアとかインスピレーションとか、参照したいものとかありますけど、その最悪でコーディングを教えるときも、みんなにそのコツとして、学ぶコツとして、とにかく書けっていうことができて、プログラミング頭で書いたり手で書いてるんだっていうことを言ってて、で、それは映画の、ショーン・コニーの小説家を見つけたらって、サリンジャーをモデルにした、グッド・ウィル・ハンティングがいい話の、あって、そこでノーベル賞受賞作家的な映画の人が言ってるのが、小説に一番大事なことは、第一に書くことだ。で、第二に書くことだ。第三に書くことだ。とにかく書け。それって結局そのフィードバックループの話だと思うんですよ。書いたら見えるところが違うって、そこからさっき思ってなかったパースペクティブのところでまた違う方向に行く。それでまた全然違う方向に行く。そうするとやっぱりスタティックな探索空間、開空間を探索してるわけではない世界になってきて、でそれがそのフィードバックループっていう話。なので、そこで最適なツールをいかようにも作れるのが、この、デジタル環境であるっていう。音声で戻してあげてもいいし、探索空間が全部周波数でできている人がいてもいいし、次元空間でやってくれてもいいし、なんなら味覚でやってくれてもいいし、でも、それで自分が進んでって、なんか新しいものを作る。そのアウトプットの問題じゃなくて、自分のループの問題だと思っていて。なので、もちろんその中でたまに自分があって思ったことが他人もあって思えたら、そこですごいいいクオリティの設計ができるっていうところだと思うんです。確かに自然にフリー変換できる人がいたりしたら、作るもの全然違いそうですよね。いや、この建築の周波数成分、これがこの辺ですね、みたいな、一瞬で分かるような人がいたら、多分そのループの方向性が全然違う方向に走っていくんだろうと思うんだけど、やっぱりなんかあれですよね、早いっていうのが大事だって、結構、学生になかなか伝わらないなっていつも思うんですよね。すごく、初心者の学生ほど、それはデザインだろうが、プログラミングだろうが、最初に出てきたアイデアを、その通りに作ることが大事だって思ってる学生が、なんか初心者っていうか、始めたばっかりの人多いと思うんだけど、そうじゃなくて、とりあえず書いて、出来上がった後に、その出来上がったものを見て違う方向にピボットしていくっていうことの方が大事なんだってことを言うんだけど、なかなかそれができるようになるには、鶏と卵で作れるのが早くなるとピボットできるんだけど、なかなかそのスピードが上がらない人ほど、自分が作ったやつをなんか捨てるのが怖いというか、捨てられないんで、なんかその辺をいつも、なんか学生に10分紙でなんか正方形とか立方体とか作らせるんですよね。で、10秒で作った立方体と10分で作った立方体って、なんか大きさをなんとなく知るためには大差ないんだけど、壊すときやっぱ10分で作った立方体って
愛おしくなっちゃってるんで、結構、ちゃんと作ると。なんかその壊すのが、なんかもったいなくなっちゃうから、そのまま5章大事に使っちゃうんだけど、作るのが早ければ早いほど、とにかくその、次の方向に持っていくことが、こう、億劫にならないというか、逆に作ることが、なんかよりドライブしていくから、まあ、そういう感じでもう言うと、やっぱり自分で道具を作ると、その自分の体に一番合ったスピードでもっと早くフィードバックできるからこそ、多分自作 CAD が一番の愛情も、ある意味杉原専用モデルみたいな、ある意味めっちゃ弾きにくいギターとか乗りにくいバイクなんだけど、でも杉原さんの体には合ってるみたいな、もうそういうのものかもしれないなって気は確かにしますね。でもそれを作れるっていうのが、やっぱり、ある意味、もう一歩、なんか、進んだジェネラティブデザインのデザイナーなんだろうなって気はいつもしてるんですけど、まあでも、やっぱり僕の知る限り、局面の放線ベクトルのことを話して、機器として何分も話してる人って杉原さんしかいないから。いや、最近思ったんですよ。まだ重要だなと思って、その放線合わせるっていう、すっごい基礎的なことなんですけど、それって、いや、接線の話って二流で何も散々してたりするんですけど、やっぱ形の意味が変わるんですよ。こことここが繋がってるのと、ここが折れてるのって意味が全然違うっていう世界だったりするから、そこを数学的っていうか、ジオメトリックコントロールするときは、C0、C1 コンティニティから始まるところはあるんで、まあ、単純とは大事だなっていうか、それは来ただけど、まあ、ちゃんとこれからもなんか大事にしようと思って。ただでもツール、一個だけただそのシミュレーションとか、なんでしょう、イタレーションの速さの話は、デスクトップパブリッシングの時代からまあ言われてきたことであって、殺人に出すよりも、Mac でデスクトップできるから、もっといいものができるんだみたいな。でもう古典的な話ではあるし、そのツールの幅が広がって、そのグラスホッパーっていうプラットフォームがあったりとか、いろんな手法学習のある一方で、最近なんかで見た、YouTube で見た、MKP、テックで、YouTuber の人が、僕らの子供の頃は、おもちゃとか電気制限をばらして遊んで、直してってことができたけど、最近はもうできない。子供はできないっていう。時代が変わったら、その時代の手法、その時に、なんか僕もそのテレビばらしたりとか、オーディオ機器ばらしてもう一回組んだりとか散々してたので、それと、その感覚と、コーディングの感覚、それなりにつながっていく。まあ、一番僕レゴブロックなんですよ。レゴブロックの体感でコーディングするにしているところがあるんで。で、そこがでも時代で変わってると。で、そうすると、違うレベルで今の若い人たちはオペレートしているはずである。で、違う原体験があるし。で、そうすると、必ずしもコーディングなのかっていうと、疑問はあって、でもそうじゃないのは多分あって、もっと高次なモジュール化されたものでやっていくのはあるし、まあでも先ほど中西先生がおっしゃった、時々全部作る人がいるか、時々すごい下のレベルに行く人がいるっていう。もちろんその IoT まで行けばまだマイクロチップでやってもいろんなことができるってあるんですけども、ただ幅広がってて、やっぱ時代はその前の手法通りではない。僕がやってるのは僕の世代で一番ぴったりなことをやってると思うので、ただ今はもうそれがもう少し進んで違う多分やり方になってるっていう、そういうのはありますね。でまあその時代時代においてやっぱその部品っていうか道具のなんか性能とか抽象度とかブラックボックス度合いっていうのが本当に全然違うので、学生とかにもなんか、いや、昔はな、みたいな、なんか老人のような話をしたりするんですけど、アルドゥイノとか使ってる学生とかに。やっぱりなんかその、レイヤーが変わるから、変わることによって、多分新しいアイデアの、展開が出てくるはずで、多分、その使う道具の抽象度とか、その道具が取り扱える、まあ、言葉の、なんか抽象度、具体度みたいなものが変わることで、なんか違う造形につながるんだろうなって気がするんですよね。なんかその時に、なんだろう、杉原さんが、そのジオメトリーの話以外に、なんか重要視してるアイデアを、なんかイメージする時のなんか言葉みたいなのって、なんかあるんですか？僕自身が好きなデザインの僕がその追求していることっていうのはやっぱり僕独特なものがあって、それが時代がリンクしてるかもしれないし、してないかもしれないしっていうところがあって、で、一つは、
それの教育を自分が受けたとき、UCLA に行ったときに、流行ってた、最初は僕、グレッグリーンのところで学んでたりとかしたんで、そのオーガニックなものだったりとかっていうのがあって、で、オーガニック、ザハにしても、グレッグリーンにしても、そのオーガニックっていうの、やっぱ裏に自然があるっていうところ。で、ただ最近というか、アメリカのアカデミックなコンピューテーションデザインの世界では、それが、やっぱり流行りとして一時期あって、で、その後された。もうアカデミックな流行りはもう終わっているところが、もうピークの過ぎたところがあって、で、その時にやっぱり自然物飽きたよねっていう議論がなされていたので、でそれには結構反感を持っていて、で、やっぱり自分の中でコアにその自然の、もちろん、昔から建築は自然の話をしてるし、自然を参考にしてるし、もちろんその以外のやり方いくらでもあってもいいんだけども、で、ただ、僕の好きな自然はまだ解明し尽くされてないっていうか、もう自然科学が一般、全然解明されてないし、で、一時いろんな人がいろんな、例えばなんでしょう、分子生物学とか参照にしたりとか、いろいろしてる人もいたけど、それも細胞分裂だったりとか、もうちょっと下の構造だったりとか。でも、で、流行りが去ったと結構いろんな人がいなくなっちゃって。で僕、そこにはまだまだ面白いいくらでもあると思っているし、で、タンパク質構造の話なんかも、MIT のスカイラーなんかは一時期やってたけど、最近はまた別のことやってて。で、ただ、例えば膜構造はね、膜が分かれて取れるって、それ、機械でできるのっていうとなかなか難しいっていうか、ことなんで、その世界はすごい、でそういうのが好きなんですね、僕。科学ロマンみたいなのが。で、自分の中で最近というか、この前中井先生とお話した後にちょっと思った、自分のコアみたいなところが、だから1個はレゴブロックずっと好きでやってて、それがプログラミングの考え方のものが続いてて。で、もう1個が、小学校かなんか見たNHK のサイエンス番組、ドキュメンタリーでアインシュタインの話。で、すごい感動っていうかね、いいなと思ったんですよ。私の仕事場はこのペン一つであるみたいな話の、関連のっていうか、ミニマリズムないんだけど、全世界がそれで全部もう自分の中で支配じゃないですかね、扱えるみたいな世界がすごい好きで、その科学論が大好きで。で、それにもう一個は、音楽で僕、テクノが昔好きだったんですけども、技術によって生まれるクリエイティビティみたいな。で、その3つで、結構自分のコアにあるのがそこだなと思っていて。で、ただ、さっきも言ったなんですかね。だから僕はやってるアルゴリズムを探したりとか、最近階層化云々とかやってますけど、階層化は完全に人工物とその自然物のシームレスに行き来できるところが言いたくて、ずっと開発してるんですけど、でもそういう、なんですかね、自然なりなんなり、その仕組みはもっと下がってっていくらでも面白いいっぱいあるから、面白いし、僕自身がもっと知っていきたいしっていうんで、そういうところでいろんなことを、仕組みですね、仕組みっていうか、やってて。っていうのは、あってそうですね、僕のデザインそういうふうにできてるっていうところ。なんだかんだ言って僕の場所だと、爬虫類っぽくないっていう話はよくされるんですけども、でも、それは結果的に、頂点をベクトルでいじってるとそうなったっていうところはある。そういう意味で言うと、今一番新しいプロジェクトというか、関心事が反映されているプロジェクトは、そういうやっぱりコアを外れることなく展開されてる。そうですね、今後ろでから動いてたスウォームロボット、ロボットは自分のハードウェア作ってないですけども、仕組みとして、だから細胞分裂の仕組みをロボットに突っ込んだらできることあるでしょっていう話とか、で、もう、来月ぐらいにワークショップしますけど、そこは階層化の話、階層化のフォーメーションで、っていうか、人工物的な階層化ができる生物がいたら何が起こるか、それもしかも階層化っていうのは第1モジュール、第3モジュール、第3モジュールでも全部が適用可能っていう世界の、ジオメトリー生成っていうのが見てみたいのがあって、そういうのをやってますね。でもこの辺は実務に役に立たないというか、めんどくさすぎて実務で使う暇がないやつですけど、なるほど。また別の合理性の追記みたいな世界がまたあるんで。ちなみにそのワークショップっていうのはどこでやる予定のワークショップですか？それはデジタルフューチャーという、学会というか、去年から全部オンラインでやってるやつで、ワークショップを開催します。なるほど。じゃあ、ちょっと最後に、その宣伝なんかをしていただいて、次回の、ゲストの話をちょっとだけ紹介していただいて、終わりにしたいと思います。ワークショップは僕のツイッターとかなんか見てもらえば載ってるんで、デジタルフィーチャーというところで、その学会自体は巨大というか大きなイベントなんで、皆さんも、
ぜひ参加していただければと思うんですが、ワークショップ100種類ぐらいあるんで、なんかすごいビッグネームの人もやってるんで、気軽なものから結構コミットするもの以外あるんですけど、そういうのを、まあ、ぜひ見ていただければと思います。で、次回のゲストなんですけども、ちょっと今までと思う結果がありました、海外のゲストをお呼びしようかと思いまして、ミシガン大学のホセ・サンチェスさん。ホセ・サンチェスさん。はい。もともとロンドンのアーキテクチャアソシエイツ出身で、US、南カリフォルニア大学で教えたりとかして、ロサンゼルスに近いのそこで結構、仲良くしてたんですけども、建築家なんですけど、昔からプロセッシングとか教えてたりしたんですけど、建築家なんだけど、ずっとゲーム作ってる人で、でゲームを作ることが建築家の、その建築家のするべきことをゲームを作ることで行っているっていうか、結構真面目な課題を真面目にやってるんだけども、ゲームをしっかり作ってて、結構作ったゲームが結構メジャーなプラットフォームとかでもフィーチャーされたりとかして、で、まあ、その人に、で、ゲームでなぜゲームかっていう話とか、ゲームを通して、何を追っかけてるかみたいな話をできたらなと思います。はい、わかります。多分、もちろんですけど、次回は英語でトークになると思うんで、でも、適宜アーカイブで字幕をつけたり、いろんなやり方で日本人の皆さんに、そのホセさんの仕事をちょっと知るチャンス、いいチャンスだと思うので、ぜひ楽しみに、していただきたいと思います。はい、じゃあそろそろ、お時間なので、今日はどうもいろいろありがとうございました。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。